こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ、今日は7月の星読み予報です。最後にですね、12星座別のアドバイスも、途中あたりかな、ありますので、ぜひ最後までご覧ください。そしてチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。他にもね、いろんな動画を上げております。それからインスタグラムの方では毎週金曜日ですね、開運の、朝ですね、早朝、開運インスタライブも行っておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。それでは早速行ってみたいと思います。まずですね、7月の天体の動き、かなり賑やかです。もう先生術が大好きだという方は、今月大きな、めちゃめちゃ大きな動きがあるということを、ご存知だと思うんですけれども、ちょっとこのシェアしてみようかな。これを見せると分かりやすいかもしれません。はい、こちら見ていただいているの内側が7月の1日、そして外側が8月の1日ですから、この動きがね、見ていただくと分かるようになっておりますけれども、まず太陽はですね、蟹座から7月はもちろんスタートしますけれども、獅子座に22日に移動します。それから水星ですね、獅子座にいますが、18日に逆行を開始します。ですから、これね、ここにいる、あれ、獅子座の彗星どこ行った？この子ね。はい。なので、逆行進んでいって、逆行して、で、9度ぐらいまで戻ってくるということですね。それから金星は牡牛座から、5日に双子座へ移り、31日に蟹座に移っていきます。トントントンと3つのサインを渡り歩きます。火星はずっと乙女座です。そして木星は蟹座に6月に、10日に入っておりますので、7月はずっと蟹座を運行していきます。そして土星、お羊座で13日に逆行を開始します。なので、ほぼ動かずここにいる。0、1度のところ居続けるという感じ。そして、海洋星も同じく逆行します、お羊座で。海洋星が逆行するのは、5日ですね、開始します。なので、ほぼ同じ場所に居続けると。それから天王星、これが一番大きな動きですけれども、お牛座から7日に双子座へ移ります。で、天王星は84年が公転周期なので、ざっくり言うともちろん逆行したり、ちょっと微妙な、期間もありますけれども、84年ぶりに双子座に戻ってくるということで、もう別動画でたっぷり話しておりますが、これが言われている2025年問題。日本にとっては前回双子座に天王星あった時に、日本という国は大変、黒歴史の時期を過ごしている、いわゆる世界大戦の方に走っていったっていうプロパガンダとかいろんな情報のミスコミュニケーションも勘違いいろんなことがあったということで、同じ場所に戻ってくるので気をつけましょうねということがいろいろ言われているわけですけれども、いよいよ今月の7日に7月の7日ですね、そこに入っていくということです。そして、冥王星はもちろん水亀座で逆行中です。この動きをとっております。一回元に戻します。で、今月はですね、もうとにかく3つの天体が逆行する、この影響を受けるということですよね。で、それから天王星の双子座入りがあります。この2つはとても大きな出来事なので、この2つが重なっているということで、簡単に言うと見直しと、刷新していくいろんなことの流れというのが強まる時ということです。で、特に逆行する天体は火のエレメント、ファイヤーですよね。お羊座と獅子座で3つの天体が逆行をするということだから、火といえば行動とかアウトプット、それから仕事への取り組み方、そのものに関しての見直しの影響を強く受ける時期であることは間違いないということです。だから7月は全体的にガンガンいくというよりは、こんだけ強い逆行がありますから、やっぱり見直して土台作りですよね。で、お羊座の土星や海王星の逆行っていうのは、やっぱりお羊座って一人で突っ走ってしまうことで、負のエネルギーを生み出すこともある。いいこともあるけども、これはどんなことも、時に今の星の流れだとそっちはマイナス。
こっちの流れだとこっちがマイナスみたいな、これが占星術なので、今はですね、その一人で突っ走ってしまうということでは、負のエネルギーが生まれやすくて、そこを見直していくという時になりますね。それから、海王星だから夢の設定の見直しとか、土星だから土台作りの見直しの必要性もあるということです。で、プロとかね、やっぱりメンターに相談しないで一人で決めて突っ走ってしまった人は、結局もう一回やり直しとか、良かれと思ってやったことが、実は自分にとってマイナスだったとか、そういう軌道修正の必要というのが生まれてくる時かもしれません。ね、だからね、例えば本当に自分は経済が詳しくないのに、ちょっと見よう見まねで株を買ってみましたとか、そうすると大事なところを見過ごしていたんで、大損しましたとか、例えばそういう風になったりもしますので、やっぱり詳しい人、知ってる人、自分がそこが得意分野でない場合は、相談するということの大切さに気づく人は、7月は多いかもしれません。それから獅子座の彗星の逆行も、もちろん似てるんですけど、獅子座っていうのは自己中心的な考え方とか、自分を目立たせたい、自分の好きなようにやりたい、子供のように自由になりたいという獅子座ですね。で、彗星は例えばアウトプットとか言動に現れていくわけですが、その逆行ですから、そういう自己中心的な考え方とか言動や思考の癖、思い癖みたいなものを修正するという、そういう後期になると思いますね。見直す時です。独断でとか焦りによる行動、この副作用に気づかせてくれるのは、もう毎回獅子座の彗星の逆行っていうのは、私もそういうのがあるとそのたんびに気づきます。自分では気づかないうちにやっているので、ありがたく、気づかせてくれてありがとうという感じでやり直せばいいだけですからね。アウトプットとか自己表現の獅子座での逆行っていうことですから、SNS とかやってる方はもう一度その発信方法なんかを見直していくという必要も出てくるかもしれません。そしてなんといっても天王星84年ぶりの双子座入り。双子座といえば学び、コミュニケーションのエリア、そこでの改革が始まるということを意味しています。情報収集のあり方とか、真実であるものと、ただ煽るだけのエネルギーの見極め方。特に SNS ではビジネス成功を謳っての発信法とか、そのためのビジネスの構築法とかいっぱい情報が溢れていますが、双子座天王星時代になると、それらのエネルギーもガラッと変わっていく可能性があります。そこを改革していくわけですから、もう1ヶ月前の情報は古いなんてこともあり得るわけですね。最新の情報は毎日変わっているよということです。これが84年前にあった時に世の中の動きが変わっていることに日本が気がつかなくて、少し置いていかれたみたいになって、そしてまあ、情報が最新じゃなかったので、間違った決断をしてしまったっていう黒い過去がありますから、そういうところも気をつけていきたいところですね。で、私自身もコーチング講座とか、マニフェステーション術とか、占星術講座も構築してますし、提供していますけれども、これだって毎月新しい情報がやってくるんですね、星読みだって。だから1年前に習っていただいた方は、もっと今、1年前より私めちゃめちゃ星読みのテクニックは、自分でも、良くなってると思うんですよ。皆さんもそうだと思うんですよ。学べば学ぶほど。だからやっぱり、最新のね、情報にいつもオープンになっていくっていうことを心がけていくという必要があると思います。昨日までの自分が正しいと思い込まないこと、これが双子座天王星期の大事な成功の秘訣です。もう私1年前に学んだんで大丈夫と思ってる人は、いやいや、1年間でどんだけ情報は変わるのかっていうことに気づいてない人は、風の時代には乗り遅れていってしまうから、そこが大事なところだと思いますね。だから常に学び直しとか再受講とか最新のテクニックにつながっている人たちとつながる。そこから学ぶ。そういうつながっている人たちが信用されて生き残っていく時代になっていくということです。で、これは学びだけではなくて、政治、金融システム、それから教育システム、学校の形態、ビジネスのあり方やコミュニケーション、そして健康情報に至るまで全てのエリアで同じことが言えます。どこまで最新でいられるか、どこまで軽やかでいられるか。
そしてそれでいて、ブレるんじゃなくて自分軸を持っているか。軸があるからこう揺れることができるわけです。軸があるからオープンでいられる。逆に頑くなに私の情報が正しいのよ。食べ物も今これが最新よって5年前の情報まだ例えば言ってる人っていうのは、実はそのブレてないわけではなくって、自分軸がないからこそ昔の自分にこう固執してるっていうこともありますね。竹のようにしなやかに揺れながらも中心に戻るイメージを持っていれば大丈夫だと思います。それから幸運の星木星は7月もすでにね、先月入ってますので、同じ仲間のサイン、蟹座に移動していますし、太陽もそこに今月はいますよね。なので、ここ大事なわけです。蟹座といえば人に誠実であること、仲間とか同志とか家族や友情を大切にするということは引き続き大切な7月ですが、こういうと、これはもう本当オーストラリア、私はこうオーストラリアの方が長いくても、日本にはもう本当10年とか帰ってないので、今の最新の日本の考え方っていうのもわからないんですが、ただ、ね、クライアントさんのほとんどは日本に住んでる日本人の方なので、そのこう傾向から考えると、日本人の人はもともと大切にしてますよ。オーストラリア人に比べると、家族も友達も。だから、あんまりね、こうやって言い過ぎると、自己犠牲しちゃう人がいるから、蟹座木星ですけれども、これまた別動画で、ちょっと本当にちゃんと話さなきゃいけないことがあるので、蟹座木星期の本当の意味っていうことをこう話そうと思ってますけれども、家族、特に自分の親のために犠牲になることではないっていうことは覚えていてほしいです。いくら蟹座木星期でも。どちらかというと、自分の家族、こっちとこっち両方にできない時ありますね。これは蟹座の木星期っていうのは、あなたが今作ってる家族の方を大切にする。あるいは自分自身っていうのは一番身近な家族ですから、やっぱり何はともあれですね、自分を犠牲にしてまで家族に尽くせということじゃないよということは覚えておいてほしいと思います。で、とにかく天体移動と逆行、ね、による予期せぬ出来事を受け入れる準備をしておくのがもう7月です。今月はつながりと精神的な成長を意識することで予想外の形で人生が豊かになる可能性も大いにありますから、準備をしておきましょうということです。で、実は今年最初から何度もお話ししていますけれども、去年の11月の20日に冥王星が水亀座に移動しました。そして今年に入ってお羊座に海王星、それから土星が移動しました。そして双子座に天王星も移動します。ということで、もう大変動期なんです。私は先生術を10年何年もやってきてますけれども、こんなに大きなゆっくりの天体が一度に移動するなんてことは本当になかったわけです。ものすごい変革期なわけです。で、特にこれらの移動は自己表現とアウトプットのあり方が変わる時期であることを示していますから、それを7月はもう一度思い出す必要があります。2025年最初の動画でもお話ししましたが、SNS、もう一度考え直して2025年どう使っていくかっていうふうに計画を立ててくださいということをお話ししたんですけれども、なぜならば今もここで使っている YouTube も本当にありがたく、このプラットフォームを私たちは無料で使わせていただいているわけで、これ私の持ち物じゃないわけです。だから、例えば皆さんが経営する会社とか、私もこのお店とか、オンラインサロンであれ、自分のもう構築していった土台のあるサロン、ショップ、会社は、私の持ち物、皆さんの持ち物、自分の持ち物です。自分で作り上げてきたから、自分で責任も持てるし、自由にもできる。これは自分の居場所です。でも SNS は私の居場所でもあなたの居場所でもないということを分かっとかないといけないです。まるで自分の居場所のようにそこにこう全てエネルギーを集中しても決定権とかコントロール権は YouTube の場合は Google が持ってるし、インスタの場合はメタ社が持ってるわけです。X の場合も X が持ってるわけですよね。彼らが握っていて、そのプラットフォームを私たちは無料で使わせていただいているに過ぎないので、ある日突然仕様が変わるとか、バンされるとかいう可能性もある。どんだけ築き上げてきても、急に店が潰れることはなくても、
ね、徐々にはありますよ。でも、SNS っていうのは急に変わることはあるわけです。仮の居場所に過ぎない。自分が作り上げてきたもののようですけれども、こうやって YouTube でも実は違う。っていうことを常に踏まえて行動することが大事です。双子座の領域っていうのは、あなたが発信していく居場所について、天皇制が改革しなさいよですから、考え方とか、そのものの改革を始めてください。この7年間、双子座天皇制期にしていきましょうよということです。で、これはもう7月から始まっていくというので、やっぱりそこに一点集中というのは割と危険かもしれない。それ以外にやっぱり自分の居場所っていうものを大事な、バンされない場所っていうのをやっぱり持っておくということも大切だよということに気づく7月とも言えると思います。3つの天体の逆行、木星と太陽、蟹座の影響、天王星の移動、それからサインによっては乙女座の火星の影響を強く受ける1ヶ月ということになります。今言ったこれら5つの要素を踏まえてどういう影響かっていうのをまとめた100文字ぐらいにまとめた12星座のアドバイスをこれから最後に言って終わりたいと思います。私もオーストラリアのジャパラリアという雑誌を一つ担当していて、毎月の100文字以内の星座別のアドバイスをしておりますので、ちょっとそのね、お裾分けをしたいと思いますが、でも本当はですね、各サインの7月の星読み、もっとこう詳しく、天王星がこうだからこうみたいな感じで考察ももちろんもともとはしているんですね。で、そうしたものはいつもお話してますが、ノートの方で、この下キャプション見ていただくと分かりますが、ノートの方でテキスト販売を毎回しています。自分で星読みしたい人なんかはそれを見ていただくとやり方がわかると思うんですけど、いろんな先生術のテキストを350円からご利用いただけますので、興味のある方はそちらも見てください。じゃあ、100文字、アドバイスなんですけれども、お羊座だけちょっと今回、ノートに書いているような長めのお話をして、そこからはダーッと100文字でお話ししたいと思います。では、まずお羊座ですね。お牛座から天王星が出るということで、この天王星の影響は、お羊座にとっては物欲とか影響力を持ちたいっていうエゴ、もともとお羊座強いんですけれども、お牛座の天王星期っていうのは、そこのところの改革しなさいというエネルギーは持っていたんですけれども、そのための努力に関しての意識っていうものが変わり始める時期ということになります。そして、一生懸命影響力のために頑張ってきたんですけど、ちょっとそれ重かったなって、天王星の移動によって気づく時です。もっと簡単で、もっとストレスがなくて、もっと軽やかな方法で、実はもっと成功することができるよ。毎日のそんなすっごい大変な努力よりも、もっと包括的に利益が生まれればいいわけだから、生む方法があるよってことに目覚めていく、そういう感じを経験できるはずです。これいいですよね。そんなにしんどくない方法があるように、お羊座さんはぜひ気づいてほしいと思います。そして木星の蟹座の移動の影響っていうのは、お羊座は本当に現実的な結果につながっていく仲間って誰なのか、こっちなのか、あっちなのか、どっちが現実的な成功になるのか、その仲間との関係をどっちを大切にすべきかっていう気づき、これが生まれるのが木星の影響になると思います。そしてそれによって、もともとお羊座は苦手だと思われがちなエネルギーに適応力っていうのがあるんですが、今月は適応力を高めるチャンスです。人生の多くの場面で適応力は役立ちます。特に風の時代にはとても役立つので、このスキルを培うのも大変必要な時期です。そっか、こんなしんどいやり方じゃなくて、こんな簡単でもいいなって気づいて、あ、この簡単な方の人が実際は利益得てるじゃん、みたいな。お客さん来てるじゃん、みたい。じゃあちょっとこっちの仲間に助けてもらおう。軽やかに適応する。こういう流れ、みたいな。そうすると、こっから先もうちょっと人生楽にやっていけるよという、そういういいタイミングになるんじゃないかと思います。さらにこの時期は周りの人々への深い洞察を生むことができます。自分の日常の行動を他の人からコントロールされていた人は、はって気づくタイミングでもあるかもしれません。
なんかマニュピュレートって英語でありますけど、マニュピュレート私実はされてたんだな。されないはずのお羊座なのに、こうやりなさい、ああやりなさいって言われた通りやらされてただけかなみたいな気づきも生まれるかもしれません。それから土星と海王星っていうね、これがお羊座。ここでの逆行が相次ぐということですので、お羊座の領域なので、毎週何かがこう火のエレメントで逆行を開始するので、一番影響が受けるのがお羊座です、今月。毎週エネルギーが変わります。だから7月というよりは毎週変わるので、自分でそれを注意深く、あれなんか先週までとエネルギー変わったなっていうふうに俯瞰で見る癖をつけておくということが大切になります。それから獅子座の彗星の逆行によると、今度はこれは個人的な人間関係に関するところですね、お羊座にとっては。ですから、何かこう重大な出来事が個人的な人間関係に関して起こります。なんかニュースがやってきます。この出来事の真の重要性をあなた自身が判断して、的確な行動をそれに対して起こすことがとても大切です。これはもちろんバースチャートをしっくり読まないと、どういうことなのか、どっちの方向への決断なのかっていうのは一人一人にしかアドバイスはできないんですが、とにかく本当にそれを続けていくの？それともそこから出るの？やめるの？みたいな、それからこの人との関係をどうするの？みたいな、そういう決断をせざるを得ないような気づきや出来事が起こるということですね。なんかその自分では楽しんで取り組んできたつもりであったものが、本当は何かあなたのエゴの部分をうまく上手な人に外部から刺激されて、だから知らない間に英語で言うマニピュレートされて、無理してやっていただけ、本当はそんなに楽しくなかったみたいなことに気がついていくという人も多いかもしれません。で、お羊座は本来は目的への地盤を固めるための遠回りじゃなくて、こう遠回りしていずれそれがためになるからというよりは、自分の意思で心から楽しめる学びとか行動をね、ポンって直接近づく意識で人生を楽しんでいる方が結果を出せる星座なんですよ。なんでこのやり方私じゃなかったな。いずれこれがみたいなよりも、ポンってやって、はい、講座開きます。来てくれました。やってみたら楽しいっていうのがこう、お羊座的、いつか講座が開けるように地道な、なんだろう、たくさん集客をするための地盤作り、人間作りっていうのは、向いてる星座もあるんですけど、お羊座は実はあまり向いていない。だけどこれをやらなきゃいけないような気になっていた自分に気がついて、自分らしさを取り戻していくみたいな。とにかくお羊座は今月、あなたのところで2つもでっかい天体が逆行するので、いろんな目覚め、気づき、あれっていうことが起こるので、いい機会ですから、ちょっと見直して、やり直して見られるといいと思います。で、これはそのまま人間関係における微妙な変化、こういうところにも作用していきます。で、さっと適応する準備をしておけばいいということです。で、こうした変化はより深い理解と強い絆につながる場合もあれば、再評価が必要な領域を示唆している場合もありますから、冷静にいい機会だと思って、もっと簡単でもっと軽やかにもっと楽しい時間を過ごせる方法へとぜひシフトしていただければと思います。こんな感じのことをね、ノートの方には書いておりますが、ここからはですね、さーっと残りのサイン行ってみたいと思います。お牛座さんは、お牛座の天皇世紀が終わるということですから、すっと心がやっぱり軽くなりますね。なりますが、ここからはお金とか、あなたの持って生まれた才能への考え方が問われる時期です。今月は特に人間関係の拡大を促すエネルギーが強い一方、彗星が逆行するので、人間関係の質そのものの見直しが必要です。それから不要な人間関係や物を手放していく、これが逆行の影響として強く起こりますから、本当に大切なものはどれか見極めて整える時だと思っていてください。双子座、現状に満足せず上昇を目指す時です。頑張れ双子座。満足している場合じゃないぞ。そんな感じ。これまでの学びが人生を支えていく時ですから、才能の開花と豊かさを意識してください。仲間との関係を生かすと、さらに新しい挑戦に乗り出すことができます。蟹座、
幸運の星、木星が蟹座を後押し、相変わらずしているし、太陽も味方につく。やっぱり最高の年です。誕生日を迎える人も多いと思います。Happy birthday, Cancer。蟹座の皆さん、おめでとうございます。宇宙の祝福を感じられる時期です。ただし、水星逆行の影響で自分の本質とか使命にしっかり向き合うということは必須の鍵となりますね。運はいいけれども、それはやってください。家族や仲間を大切にして、感謝を忘れずに行動すると、思わぬチャンスが舞い込んできます。人のために生きるんじゃなくて、感謝してると、あなたにめっちゃ幸運が来るから、結局自分のために。情けは人のためならずっていうやつですね。獅子座。今月は自己主張が強すぎると逆効果になります。獅子座はとても要注意ですね。逆行してますよ、彗星がね。第一印象で決断せず、慎重な姿勢が大切です。自分の内側と向き合って、過去の振り返りと計画の見直しが重要な時期となります。未来の方向性と人間関係の再考と再構築と、すでに学んだことのもう一度学び直しをしてみると、なんだこういうことだったんだっていうすごい気づきがやってきそうです。乙女座。分析力や調整力といったあなたの強みが生かされやすい時です。ただし、完璧を求めすぎず、問題解決への執着を手放すことも必要です。ある程度やって、あなたが全部こことここの問題を解決しなくてもいい。ちょっと無理そうだと思ったら、まあいいかっていうこうね、難しいですよ。乙女座の人はまあいいかってなかなか言わないんですけど、まあいいか、もうほっとくかっていう、そういう選択が心の余裕につながることもあります。それが豊かさの本質へつながることもありますので、そんな生き方もちょっとチャレンジしてみてください。天秤座。仕事や使命の分野でチャンスを広げる、そういうアスペクトいっぱいありますよ、天秤座さんと思いますが、ですがやっぱり3つの天体の逆行してるので、その影響は受けます。その流れにこの逆行がちょっと影を落とす存在にはなっています。でもチャンスもありますから、ここをうまく乗り切ってほしいと思いますね。今現在、オンタイムで関わっている人間関係の中に、あなたの力を自分の正しさを証明するためにあなたを使おうとする、利用しようとする人がいるっていうちょっとアスペクトがあるんですね。なので、双子座に入った天王星はスピリチュアルな学びの成果を社会で生かす7年間の始まりも過ぎていますから、もう一度そういう利用されていないかどうかっていうのは見直していく必要があると思います。ここからスピリチュアル好きな天秤座の人はいよいよスピリチュアルな天秤座が生かされる天王星双子座期に7年間入るわけですからね。多分これを見てる人はスピリチュアルが好きで。なんでこの中に天秤座の人がいましたら、あなたの大好きなスピリチュアルの世界、今から生かされますから、ぜひ期待しているといいと思います。さそり座さん、精神性や学びの分野に拡大と幸運が訪れます。コンフォートゾーンを抜ける勇気を後押ししてくれるアスペクトも満載ですね。一方で日常や致命的な仕事で予想外の展開がある、ニュースもある、事件もある可能性があります。で、そんな時こそチームワークの重視の姿勢が鍵となります。これ仲間が助けてくれますから。ぜひ大事にしましょう。いて座。いて座にとって今月は仕事や社会的使命の場での成長と飛躍のチャンスが広がります。精神性の学びはもともといて座は好きですからやってる人多いと思うんですけれども、その精神性の学びと自己成長の努力してきた、これもいて座好きだからやってる人多いと思うんですが、努力が実を結ぶ時期です。チャレンジには戦略的な見直しも必要ですが、努力報われると思ってやってみてください。ヤギ座。ヤギ座に冒険心と挑戦を促し、全身のパワーを与える天体の配置が満載の7月です。ですが、やっぱり逆行天体が強いですね。この影響で、これはヤギ座にとっては内政の場所で全部逆行が起こりますから、やっぱり自分自身を、せっかく冒険のエネルギーもあるのに、逆行天体が内側の自分を見つめ直せと言ってくるという、ちょっとこういうね、感じですね。この数ヶ月、自分自身のやってきた態度とか、本当にこの数ヶ月、今年に入ってからの6ヶ月、あなたが言ってきた言動、それの結果が一つ出ますね。特に人間関係におけるあり方、失敗
なのか、成功なのかは何をやったかによると思いますけれども、振り返って、ちょっと間違えてんだなと思う人は修正して、この域、この域っていう人はそのまま突っ走ってみましょう。水亀座、仕事や家族、仲間からの期待がすごいやってくるんで、多忙な年になるし、好きになるし、ちょっとプレッシャー、ストレスあるかもしれない。だからそれを感じないためにも、自分のペースを水亀座は7月は大切にする、大切にするって自分で呪文をかけてください。そうじゃないとすごいいっぱいいっぱいになりそうです。天体の逆行の影響は人間関係の見直しを促す位置に来てますね。過去の誤解とか対立がある人は、割とこういう月に解決できるチャンスなんで、一回こう謝ってみるとか、別にあなたが悪いわけじゃなくても、上から目線で、自分がもう謝ってうまくいくならぐらいの感じでやってみると、精神的な成長も促されるんではないかと思います。魚座。自分の喜びに従うことが幸運の鍵です。魚座さん、五感、直感を信じて今月行動してください。日常とか、その人間関係、その見直しが求められるんです。日常安易に調和を選んで自己犠牲を選ぶというパターンが魚座さんに多いんですけど、それをもうやめませんかっていう感じでしょうか。自分の意思をしっかり持って立ち向かう勇気も時に必要です。それでも調和は壊れませんから大丈夫ですよということです。ということで以上です。では最後にいつもの宇宙からいただいた7芒星の65枚のこのカードから今日見ていただいている皆さんに7月共通のメッセージをいただきましょう。ここから7回カットします。1、2、3、4、5、6、7、8になっちゃった。7、ここだ。あ、タウラスです。これね、タウラス、お牛座、天王星が7年間いた場所です。これが移動するということで、このトーラスのエネルギーをもう一度見直すというメッセージだと思います。ここに書いてあるように、トーラスっていうのはマザーアースからの恩恵だから、こうやってクリスタルがいっぱい書いてあるんですよね。クリスタルとかハーブとか全部そうですね。マザーアースが私たちのために作ってくれてた恩恵。ちょっとハーブティーを飲むとか、クリスタルに身を包むとか、なんか私のやってるビジネス偶然にもものばっかりですけど、これはですね、実は双子座天王星期にとても重要なヘルプとなる2つの2大要素でもあるんです。ハーブとクリスタルです。実はこれもまたいつかちょっと詳しくお話をしたいと思いますけれども、その天王星が双子座での改革を、一生懸命私たちに伝えている意味はそこにあるぞっていうところで、これは次回に続くということで投げておきたいと思います。ということで、この早口な私に最後まで付き合っていただいてありがとうございました。多分皆さんここでちょっと早口すぎるんで、スピード変えれますからね。なんでもう自分のペースで話してます。私ちょっと他のでコーチング講座もやってまして、コーチング講座では一人一人どんなふうにメッセージを受け取ってアウトプットするかは違うので、ビジュアル派なのか、体感派なのか、オーディオ派、ね、言葉で受け取るタイプなのかみたいな実験をしたりもするんですけど、私が典型的なビジュアルランナーでして、ずっとここに映像が流れてくるわけですよ。宇宙から。映像って早いから、言葉よりも早く流れるじゃないですか。言葉で100文字ぐらいのものが映像だと一つで流れていっちゃうから、これ追いつくように喋んなきゃいけないんで、ビジュアルランナーの人っていうのはみんな早口なんです。なんで、映像に追いつくように話してみましたが、ぜひ皆さんは、0.75倍速ぐらいで見ていただければと思います。ということで、おしまい。はい。また素敵な動画を、出していきます。なんか、こんな動画上げてほしいみたいなリクエストがあれば、ぜひコメントに書いていただけると嬉しいです。コメント本当に大歓迎です。では、素敵な7月をお過ごしください。